皆さんこんにちは、石野果歩です。今回は習字から書道へ学びの幅を広げたいと思っている方に向けて動画を撮りたいと思います。結構その習字と書道の違いとかについて聞かれること多いんですけど、前の動画でもお話ししてるんですが、習字っていうとやっぱ先生のお手本通りに書けたら花丸とかもらえたりするじゃないですか。あとは書き順とか間違わないようにだとか、誰が見ても美しいって感じるような整った文字を学ぶのが習字ですよね。その漢字の通り字を習うものが習字なんですよ。で、書道っていうと何かっていうと、別に字を習うっていうことではなくって、その表現を学ぶっていう感じですかね。芸術的要素がめちゃめちゃ強いんですよ。なので字を習いに行くっていう感覚とはまた違って、書道は表現の仕方を学びに行くっていう感じだから、そもそもこのスタンスが全然違うんですよね。学ぶ側の多分美文字とか目指す人っていうのはお習字なんですよ。だけれどもそうじゃない、私は表現者になりたいんだ、書道で人の心を打ちたいんだとかって思ってる人は確実に書道の道進んだ方がいいんですね。だから両者は全然全くの別物です。なので今回はそこら辺を深掘りしていくと同時に、習字しか今まで学んだことがない方がどのようにして書道に学びの幅を広げていけばいいのかっていうお話をさせていただきたいと思います。書道の先生を目指している方だとか、習字教室に通おうか書道教室に通おうか、どっちがいいんだろうって迷ってる方なんかにはぜひ参考にしていただきたい内容になっています。はい、それでは早速お話をしていきます。習字と書道の違い、一つ目はうまいの基準が違うですね。まずはこちらの画像をご覧ください。皆さんこれどっちの方が美しい文字ですか？さあ選んでください。多分こっちを選んだ人が多いですよね。どっちが整ってますか？どっちが美しいですかっていう聞き方をした時には多分みんなこっちを選びます。じゃあ次の質問。どっちの方が魅力的な書ですか？どっちの方が面白みがありますか？こういう聞き方をすると多分皆さんの答えは変わってくるんじゃないでしょうか。多分次はこっちを選んだ人が多いんじゃないですか？わかんないけどね。半々ぐらいかもしれないけど。でも答え変わった方もいますよね。じゃあこれどっちが習字でどっちが書道かっていうのを出すとこうなんですよ。習字の字、書の字、全くの別物ですよね。これとこれって同じ人が書いたように見えないですね。実際に同じ人が書いたわけじゃないけど、こっちはイメージしていただくといいのが、お習字の先生の字みたいな感じで、こっちは良寛が書いた書です。これめちゃめちゃ有名で楷書なんですけど、すごく趣ある楷書体、すごいいい書なんですよ。書道やってる人は多分良寛の書ってこれすぐ気づいたと思うんですけど、めちゃめちゃ趣があっていい楷書体ですよね。いい字なんですよ。で、ただその書ではなくって習字、書写とか書き方とか美文字を学んでいる方は多分これ理解できないと思います。なんでこれがうまいのかとか、なんでこれが魅力的なのかっていうのいまいちピンとこないみたいな方もいらっしゃると思うんです。で、そういう方は完全に習字の方なんですよね。で、それは別にどっちがうまく見えてもどっちも正解なのでどっちもうまいので全然今はどっちでもいいんですけど、論点はそこじゃなくって、習字がいいって感じた方は、こっちの字がいいって思った方はどこがいいと思ったんですか？書がいいって感じた方はこの書のどこがいいって思ったんですか？多分いいと思ったポイントって全然違うと思うんですよ。で、習字がいいって思った人は多分、整ってる、字形が整ってる、隙間も等間隔だとか、右上がりが統一してるとか、書き方で習うような、全てのポイントがちゃんと抑えられて書けてるな、左払いもちゃんと払ってて、右払いも一回止まってこう払ってるとか、点画が明確であるだとか、そういった基準でこっちの方がいいって感じてるはずです。で、書がいいって感じてる方は、きっと、この起筆の始まり方だとか、あとはそこから生み出される線の質とか、そういうのを見てると思うんですよ。あとはこの余白の取り方ですよね。こう面として捉えた時に上がちょっと明るくなってて文字全体がこう下に寄ってたりするじゃないですか。だから上の余白はあえての余白だなとかさあとはこのにじみがいいなとか、線も微妙にこう味わいがこう揺れてる感じで味わいがあるなとか、線に緩急がある、にじみとかすれのバランスがめちゃくちゃいいな、落款もめちゃくちゃ趣あるなあげたらキリがないですけどね。多分そこまで見てる人もいるんじゃないでしょうか。
という感じで、習字を見る目と書を見る目ってもうね、全然違います。別物。なので、よく聞かれるんですけど、やっぱり書道を学ぶんだったら習字で基礎やった方がいいですかねとかってよく聞かれるんですけど、だから考え方がそもそも違うんで、習字の延長が書道じゃないですからね。そもそも別物。なので、例えば、美文字、ボールペンで美文字をマスターしてから書に移りたいと思います。とかっていうのは、もうね、無意味っていうか、だって1からスタートになる。書道を学ぶってなったらまた1からスタートですからね。別に形が基礎となって書道に活かせるとかってあんまりないと思っていいかもしれないです。まあもちろん、字の形にとらわれている間はそれが基礎になるかもしれないけど、でも書って字の形にとらわれてたらそれ以上前に進んでいくことはできないんです。書を学びたい人に言いますよ。美文字から脱出しないといけない。その美文字の殻に閉じこもってる間は書が上達できないと言っても過言ではないかもしれない。なので今書を学んでる方も、これから書道を学びたいと思ってる方も、形にとらわれないっていうことだけは覚えておいた方がいいと思うんですよ。まあ習字を学んでる方は否定するわけじゃない。私、習字は習字で大事。だって私も習字のスキルはあります。書道と習字は書き分けてます、正直。で、全くの別物と捉えています。だから習字を応用して書道に生かすとかってことは一切してないですね。もう全くの別物、書き分けです。習字は習字でちゃんと技術を持っておいて、書道は書道でまた新しく学ぶっていう感じ。そういう認識をしておくといいのかなという感じです。習字と書道の違い2つ目は、文字の捉え方が違うです。まずは皆さんこちらをご覧ください。この作品どう思いますか？読めないなぁとか、なんて書いてあるんだろうって思いますよね。で、これは上が花っていう字で、下が水ですねの篆書体なので、多分読める方は少なかったと思います。読めた人すごいです。書道やってる方はもしかして読めるかもしれないけど、多分ほとんどの人読めないですよね。で、このなんて書いてあるんだろうっていうこの疑問に思う気持ちは多分誰しもがあって、習字やってる人も書道やってる人も同じ気持ちになると思うんですよ。でも習字やってる人、習字だけやってる人は多分もうわかんないから見ないみたいになっちゃうと思うんですよ。でも書をやってる人はその先があるんです。その意味に思いを馳せるっていうことも楽しみ方の一つだけど、その先にまた楽しみ方があって、なんて書いてあるのかわからなかったとしても、どのようにして書かれているのかなって考えることができるんですよ。例えばこの書はどういう気持ちで書かれていて、どういう心情で、どういったスピードとか、どういった墨量で書いてるのか、どういった筆で書いたんだろう、どんだけ出力をかけたんだろういろんな考え方ができるんですよ。だからこの花水っていう作品だったら、これがどういう風に書かれたかっていう書きぶりを探るっていう楽しみがあるんです。その書きぶりを読み解いて、それを味わうことが書の楽しみ方なんですよね。めちゃめちゃここに来れたら楽しいですよ。なんかね、私はね、読めなかったとしても、その作品が別に字として成立してなかったりだとか、なんかたまにあるじゃん、バシャーンみたいなやつとか、これなんて書いてあるみたいな、習字だけやってる人だったら、これふざけてんじゃんとかって思うやつも中にはあるでしょ。でもそういうのも、書をやってる人の目線はそこになくって、どういう風なスピードで書いたらこうなるんだろう、どんなにドーンってやったらこんな風になるんだろうとか、その書きぶりを想像して頭を働かせて、楽しむ。それを味わってるんですよ。書の文字の見方っていうのは、なんて書いてあるかのその先にあるんです。なんて書いてあるか別に分かんなくったって、そこは別に問題じゃなくって、もちろん分かった方が意味に対して思いを馳せることはできるから、そこにね、ああそうかみたいになることはできるし、ああ感動みたいになることもできる。でもその奥にある本当の書の味わい方はそこですからね。どういう風に書かれたんだろうっていうそこです。そこを楽しめるようになったら、もう書の入り口、扉を開きました。書を学びましょうみたいな感じですね。習字と書道の違い3つ目は、文字から得られる情報量が違うですね。皆さんこちらをご覧ください。
上が習字っぽく書いた私の字で、下が中国古典から持ってきた字なんですよ。同じ字なのに全然違いますよね。上のはちょっと活字っぽい字形っていうか、教科書体みたいな感じで、普通に見やすい感じで書いたんですよ。で、誰が見ても大体整ってるなって感じるような感じで書いてみたんですよね。で、それと下のその古典の字を比べてみてください。なんとなく、この文字が醸し出す表情っていうか、そういったところを見てほしいんですよね。古典の字って何がすごいかって、文字から得られる情報量めちゃくちゃあるんですよ。例えば、眼神経のこれっていう字見てください。これね、見る人によっては、何この膨れた感じとか、思うと思うんですけど、これはこの眼神経ならではの温かみのある泉質で、そこですね、温かみがあるとか、あとはこのどっしりとした重量感のある泉質、それで力強いって感じたりとかするわけじゃないですか。だから文字のこの情報量が半端ないんですよ。他にもいっぱいありますよ。いっぱいあるんですけど、多分、ね、これ習字の人が見たら、これっていう字のここ全然離れてんじゃん。線になってない。ちょんちょんって離れちゃってるじゃん。全然これ間違いだよみたいななりかねない字でもあると思います。だから、習字の字と書の字ってこんなにも違うんですね。はい、それでは他の字も見てみましょう。流れるをご覧ください。流れるのこの習字的に書いた方、綺麗だな。普通に読みやすい。整ってるな、みたいな。そんな感じですよね。で、習字じゃなくて、この下の書の本見てください。どう思いますか？これちなみに、貯水量っていう人物の楷書体でめちゃめちゃ有名な古典から取ってきました。これ見てどう思います？なんか点ないじゃんみたいな。こんなの間違ってるよ。これ楷書って言わないし、行書でしょとか、いろいろいっぱい出てきません？なんでこんな潰れてんだよとか、なんでこんな細いのとか。めちゃめちゃ出てきますよね。でも、この書って、それがまた魅力なんですよ。それが味わいみたいな。そんな感じのところがあって、例えばですけど、この山水なんかでも、点画の省略がないからこれ楷書って言われてるだけで、なんとなく流動的ですよね。これ点画に省略がなければ楷書体なんですよ。流れるっていう字の楷書体は、これが普通です。点がないものが普通で、今私たちのこの主流になっているっていうか活字体になっている流れるっていう字、点がありますけど、書では頻繁に点がなくなると思ってください。で、それは間違いなんじゃなくて、そういう書き方もあるっていう感じ。楷書でさえも何パターンもあります。行書でも何パターンもある、草書でも何パターンも。それが書なんですよ。だから書き方に、決まりはありますよ、もちろん。大体のこの基準っていうか決まりみたいなのあるんですけど、でもその中でもいろんな書き方が存在してみたいな。だから自由に書きすぎてはいけないんですけど、この点があるないとかは、そういった変化はしょっちゅう現れるので、そこも書の楽しみ方の一つかなと思います。点がなくてもなんでバランスが取れてるんだろうなとか、そういった風に考えていくと学びにつながっていきます。じゃあ次の字見ていきましょうか。次は空ですね。習字の方は、普通に整ってます。見やすいです。綺麗です。はい、じゃあ次、書道。書の方を見ると、皆さんこれどう思いますか？めちゃめちゃ潰れてるなとか、なんかロボットみたいで、紙飛行機みたいな、猫みたいにいろいろ出てきそうですね。で、これ、習字の先生に見せたらめっちゃ怒られますよね。何やってんのってなりますよね。こんなに潰して書いてきて、みたいな。でも、書の見方は違うんですよ。穴冠のこの浮かむのところ、ここのちょんみたいなところあるじゃないですか。この跳ねるところ。そこがなんか畳むように書かれてて、これ線と線がくっついてるみたいな。そういったところの書き方、線を重ねるっていう技術ですよね。とか、こうやって潰すことによって、その前後の字を支えてるんだなとか、他の字にこういう影響があるんだなとか、習字って前後の字、左右の字、気にしないですよね。その字の形さえ整ってればいい。お手本通りに書ければいい。っていうのに、書は全然違います。その字だけが良ければいいってもんじゃなくて、今回は隣にめちゃくちゃ画数が多い字が来るから、これはとりあえずちっちゃく書いとかないといけないなとか、すっごい次に縦長の字が来るから、これちょっと横長にしとかないといけないなとか、そんな風にして考えながら書いた可能性があるわけですね、この空っていう字には。一つの文字だけを見ると、すごい変じゃんって思うかもしれないけど、書は
一時だけを見るんじゃなくって前後の関係性、左右の関係性、紙面全体で捉えた時の大きい字小さい字のこのバランスだとか、そういったところが面白みだったりもするので、もうそもそももう別物ですね。本当に考え方が別物だっていうことが伝われば嬉しいです。はい、ということで今回は習字と書道の違いについてお話をしてきました。おさらいをすると、一つ目、うまいの基準が違う。習字だったら整ってるのがうまいって言うけど、でも書は整ってるのがうまさなんじゃなくって書きぶりを見てうまさを判断する。うまい下手もちろん書道でもあります。言われます。でもそのうまい下手の基準は習字とは全く別のところにあるっていうところですね。二つ目は文字の捉え方が違うんですね。で、習字だったらもう読めるのが大前提だし、読みやすい字書かないといけないじゃないですか。だけども書は別に読みやすさは重視してないので、読みづらい字とかも中にはあるじゃないですか。で、それも表現の一つだし、文字として認識できなかったとしてもまた別の楽しみ方があって、それが書の味わい方ですよっていうお話をしました。3つ目、文字から得られる情報量が違う。習字の場合は基本にのっとって書きますから、等間隔で隙間を空けて右上がりにしてとか、ね、始まりの角度もだいたい揃えてとか、そんな感じですけれども、書は本当に太さも全然違えば、点画のこの表現とかもすごく多岐にわたります。文字が醸し出す雰囲気とかも、ね、習字と書道じゃ全然違いますよねっていうお話でしたよね。で、ここまで聞いていただいて書に対する価値観ちょっと変わった方もいるんじゃないでしょうか。習字と書ってそんなに違ったんだっていう気づきだけでも嬉しいですし、それをきっかけに書道ちょっと興味持ってくれた方がいれば本当に嬉しいなのでこの動画撮ってよかったなって思いますし、逆に書道やりたいなってずっと思ってた方も、ね、なかなか始めるきっかけはなかったけど、これを機に始めてみるかっていう気持ちになってもらえたりしたらすごく嬉しいです。これからも書道のことどんどん勉強したいなって思ってる方はぜひ私のチャンネル登録していただけると嬉しいです。これからも、こういった情報だったりとか書道についての基礎的な知識だったり、そういったことを中心に配信していきたいと思ってますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。最後までご清聴いただきありがとうございました。バイバイ。